皆様こんにちは、ナズレンコアンドリです。さて本日は、大阪講演会の時にいただいた質問への答えの続きをやりたいと思います。続いての質問です。ウクライナにも話の通じないお花畑の人はいますか？そういう人たちを目覚めさせるにはどうすればいいと思いますか？で、次の質問は、ウクライナにも話の通じないお花畑の人はいますかという質問なんですけれども、実はいっぱいいました。というか、ウクライナはお花畑すぎたから今の悲劇があります。これ私いつも言ってる、話なんですけれども、もともとですね、ウクライナが、ソ連から独立した時に、もうこれからずっと平和が続くと思ってたんですよ。もうソ連が崩壊して、ロシアも一応民主主義国家になった形だけでね。だからもうこれから、西側と争う理由はなくなったし、イデオロギーの違いもなくなったし、これからもヨーロッパはずっと平和のままで居続けるだろうと多くの人は考えてました。しかもですね、ソ連が崩壊するっていうのは、もう、計画経済から、資本主義に切り替わるわけなんですよね。これもそういう経済システムが変わってしまうと、もちろん大きな、経済危機になってしまいます。ウクライナもそうだった。私は生まれたばっかりの時に、ハイパーインフレになってまして、例えば牛乳を買うときに1億とか、それぐらいの金額になったりしてたんですよ。だから、多くの人々は、もう今の日常生活は苦しすぎるから、もう、でかい軍事費はいらないんじゃないかと思ってたんですよ。だからこそ、ウクライナは、核兵器を譲ったし、軍事費もどんどん下げてきたし、軍隊を100万人から20万人まで、軍縮してしまったし、そして、持ってた武器を、腐敗した政治家がどんどん海外に売り飛ばして、汚職でいろんな、利益を得てたわけであります。で、多くのウクライナ国民も戦争はありえないから、軍事費を減らして、お金を福祉に回しましょうっていう考え方になってしまいました。で、それは結構ずっと続いてました。もちろんそれみんなはそうだったわけではありません。日本と同様に、もちろんちゃんとロシアの脅威を理解してた方もいました。なんだけど、それをあまり大きな声で言うと、もう、お前は右翼だ、お前はあえて分断を煽って争い起こそうとしてるとか、そういうふうに言われてたんですよ。だからなかなか国民を、目覚ませることはできませんでした。ところがですね、もうクリミア半島の危機が起きてから、それはもう一気に変わったんですよ。もうやはり戦争っていうのは、可能性が低いものではなくて、実際に、起きるものなんだなっていう考え方になったし、そして何よりも、2014年ですね、クリミア半島の危機が起きた時に、ウクライナの軍隊はすごく情けない状況でありました。ですね、どれほどかというと、もう、悪い話だけども、兵士は軍服と銃しか何もないような状況になってしまってたんですよ。で、いきなりロシアっていう強い相手は攻め込んできて、全然戦えなかったんですよ。じゃあその時は何が起きたかというと、もう国民の意識が一気に上がって、みんなはすぐにもうやはり今は頑張らないとウクライナという国はなくなってしまうんだっていう強い危機感を持って、様々なボランティア活動を始めました。私も2014年は、陸軍を支援するためのボランティア活動をしてたわけですよ。これは決して特別なことではなくて、あの時はもう何十万人もそういう活動をしてたんですよ。自分のお金をかけて、軍隊のための、食料だったり、服だったり、車の部品だったり、いろんなことを買いました。もっと大手資本家だったら、海外から武器まで輸入して、それを陸軍に渡してました。または、民兵組織を作って、ロシア、と対抗するためには武装してくれてました。こうやってですね、だから、決してウクライナが残ったのは、政府のおかげではないんです。国民は一人一人努力して国を守りきったわけであります。ウクライナ政府はむしろ信頼できなかったんですよ。当時も、今も実は私はあまり信頼してないんですけれども、でも国民を信頼しています。だからですね、それは、そういう部分が日本には足りないんじゃないかなと私は思ってるんですよ。
なぜかというと、今ですね、やっと、すごく正しい動きなんですけれども、もうやっと、軍事費を増やそうっていうふうに政府が動いています。でもですね、実際に自衛官の話を聞くと、まだいろんな日常的な問題があります。トイレットペーパーが足りないとか、ガソリンが足りないとか、いろんなその日常生活に必要不可欠なものが足りないものが今までにたくさんあるんですよ。なんだけど、日本の場合は、そうですね。日本の場合は結構、政府を批判する方が非常に多いんです。非常にというか、保守の人々は、もう政府は何やってんだ、もっとちゃんとしろや、もっと軍事費を増やせやとか言ってるんですけれども、それはもう間違ってはいない考え方として。なんだけれども、現実としては、政府は100%自衛隊のニーズを満たすことができていません。で、じゃあそのでも解決方法があるんですよ。これはですね、やはり、一般市民、一般企業による、寄付活動だったり、ボランティア活動だったりすると思います。もしですね、自衛隊は一般企業や、一般市民から寄付を受け取ってもいいという制度にしてしまったら、きっと日本中の多くの企業は協力してくれると思います。ましてですね、だって、自衛隊はですね、本当に国民のためにいろいろ頑張ってくださってるので、もう、彼らはですね、もう彼らがいなければ、そもそも国民は生活できなかった。だから彼らは日本国民のために頑張ってくださってるように、日本国民も、彼らのために頑張るのは、当たり前の話ではないかなと私は思いますね。はい。で、質問に戻ってしまうんですけれども、ウクライナはお花畑はいっぱいいたけれども、結局実際に侵略戦争の被害者にならないと、多くの人は残念ながら正しい危機意識を持ちませんでした。これはもう本当に仕方ないんですけれども、だから日本の場合もそれはよくある話ですけれども、私が思うには、日本はなぜ危機感が足りないかというと、もうやはりこの70年間にわたって、ずっと米軍によって守られてて、もちろん自衛隊と米軍によって守られてて、その、侵略の危機が、なんと言えば、あんまり現実的ではなかったと言おうかな。うん。なんだけれども、これは本当にこの70年前、70年の話でありまして、今まで大丈夫だったからといって、これから大丈夫ってわけがありません。むしろ今はもうロシアも中国も積極的に世界秩序を変えようとしているわけであります。だから、だから日本人もすぐに意識を変えないと、もう間に合わないんですよ。もう今国際情勢は本当に毎日いろんな動きを見せてるわけであります。で、残念ながらウクライナ人は、最初の犠牲が出てから、やっと正しい認識を持つようになったんですけれども、でも、これじゃ私は遅いと思います。で、私はいつも言うには、今はですね、別に日本が、今はですね、もう20世紀だから、世界中の情報をネットで、やテレビで見ることができるわけなんですよ。で、特にウクライナのニュースは、今は報道の数が減ったんですけれども、やはり皆様がいろんな映像を見たではないかと思います。で、ことわざがあるように、バカな人は自分の失敗に学んで、賢い人は他人の失敗から学ぶっていう言い方があるんですけれども、まさにこれは、一番すべきだと私は今考えています。私たちはですね、もう、ウクライナが払った犠牲を取り返すことができません。でも、ウクライナの失敗から学び、そしてウクライナを21世紀の侵略戦争の最後の被害者にすることができると私は思いますね。そのためにはですね、日本人がウクライナでの出来事を他人事に思わず、ウクライナの失敗から学んで、そして自分自身もその正しい行動を取るようにするしかないと私は考えています。で、私は講演会の時にいつも言うんですけれども、一番最後にですね、例えばですね、日本は直接ウクライナに何の支援しなかった場合でも、日本という国は強くなるっていうだけで、ウクライナは救われます。なぜかというと、日本は民主主義国家でありまして、日本はもう東側の味方になるはずがありません。
なったとしたら、それはもう日本にとっては自殺行為なんですよ。で、こうやってですね、民主主義陣営を一枚岩的なものにしなければいけないと私は考えています。だから、日本は民主主義陣営として強い国になれば、まず、台湾有事の確率は非常に下がります。台湾有事の確率が下がってしまったら、米国に余裕ができます。そして、それによっては、米国は、より強い対ロシア経済制裁や、より強い対ウクライナの支援をできるようになると思います。だからですね、本当に、もう、世界の中で全部が繋がってますので、ぜひですね、日本だけとか、東アジアだけとか、そういう狭い、領域ではなくて、もう、より広い視野を持って、世界情勢を見ていただきたいと私は考えています。さて、またちょっと喋りすぎちゃったので、動画があまり長すぎると良くないので、今日はとりあえずこの2つの質問で、終わりにしたいと思います。まだ質問が残ってますので、あさってか3日後ぐらいに、アップできればと考えております。本日もご清聴ありがとうございました。